第一章。義理の妹という響きには、純粋とは言い難い含みがあった。もし今日、ルーカス・グッドウィンがきちんと説明しなければ、婚約の縁は取り消そうと思った。ところが、ルーカスは冷たく言い放った。君は誰だ？君みたいな他人に、僕とビビアンの関係をとやかく言われる筋合いはない。婚約者だと言おうとしたが、彼は私の言葉を遮って電話を切ってしまった。腹が立った。私の連絡先を登録すらしていなかったのか？その時、傍らにいたビビアン・モロは得意げに笑った。この女。ルーカスの番号を知ってるからって何様だと思ってるの？夢でも見てなさいよ。彼女は露骨に軽蔑した目で私を見た。グッドウィンズグループの清掃員でさえ、あなたより良い服を着てるわ。私は昔からシンプルで着心地の良い服を好み、ブランドにはこだわらなかった。それが人に馬鹿にされる理由になるとは思わなかった。今、何時代の話をしてるの？外見で人を判断するなんて。ルーカスがあなたを義理の妹だなんて、正気じゃないわ。彼女の傍若無人ぶりで、買い物の気分はすっかり台無しだった。私はドレスをつかむと、まっすぐレジへ向かった。店員はためらいながら言った。お嬢様、申し訳ございません。当店では会員様を優先させていただいております。ビビアンは薄笑いを浮かべ、ピカピカのゴールド会員カードをカウンターに叩きつけた。100万円以上使った人だけがもらえるカードよ。こんなところにあなたみたいな貧乏人は何しに来たの？普段は争いを好まない私だが、その日のビビアンは本当に線を越えていた。黒いカードを取り出し、店員に渡した。怒りを抑えていった。私も会員になって。そしてこのドレスを包んでちょうだい。ビビアンは店員を睨みつけ、脅した。フロドンはグッドウィン家のものよ。もし今日、あの女にこのドレスを売ったら、明日にはルーカスにこの店を買い取らせるからね。店員は怯えたように縮こまり、言った。お嬢様、私はただの従業員です。グッドウィンズグループを怒らせるような真似はできません。数人の傍観者が私の方を見て、小声で忠告した。あれはモロお嬢様よ。見たことある。ルーカス・グッドウィンがめちゃくちゃ可愛がってるんだ。諦めた方がいいよ。この前、彼女に逆らった人は、グッドウィンズグループに潰されたんだから。あなたも多少お金はあるんでしょうけど、グッドウィンズグループに比べれば、スズメの涙よ。今すぐモロお嬢様に謝って、お許しを請うのがいい。周囲の言葉に気をよくして、ビビアンの自尊心は風船のように膨らんだ。この女、土下座して私は取るに足らない見えっ張りで、ごめんなさいって言いなさい。そうすれば、見逃してやるかもしれないわよ。第2章。生まれて26年、これほどまでに厚かましく振る舞う人間に会ったことはなかった。何ですって？今、なんて言いなさいって？何、耳が遠いの？私は取るに足らない見えっ張りで、ごめんなさいって言いなさい。もっとはっきり綴ってあげましょうか？私は薄ら笑いを浮かべた。聞こえてるわよ。自分が取るに足らない見えっ張りだって自覚してるんなら、私の前から消えてちょうだい。時間の無駄よ。ビビアンがやっとから買われていることに気づくと、彼女は腕をばたつかせて私に突進してきた。彼女が攻撃してくるようは滑稽でした。私はテコンドーの黒帯を持っている。彼女の貧弱なパンチが私を怖がらせられるとでも？一蹴りでビビアンを床に叩きつけた。彼女は痛みでわめいた。傍観者たちは恐怖の目で私を見つめた。まあ。彼女、モロお嬢様にそんなことしちゃったの。グッドウィンさんがこのことを知ったら、彼女をズタズタにしちゃうよ。そうだね。彼女に幸運を祈るよ。
神様でさえ助けられないだろう。彼らの囁きを聞いても私は何も感じなかった。グッドウィン家が今の地位を得られたのは母の支援があってこそだ。この町で私を脅せる者など誰もいない。私は再びカードをカウンターに叩きつけ、レジ係に言った。会計をお願い。レジ係は明らかに動揺し、手際悪く私の支払いを処理し、ドレスを包んだ。私は袋を手に立ち去ろうとした。ビビアンはよろよろと立ち上がり、再び私の進路を塞いだ。どこにも行かせないわ。私は拳を上げ、彼女の目の前で振りかざした。どうしたの？また私の拳を味わってみたい？ビビアンは本能的にたじろいだ。私は嘲笑うと、彼女の傍らを大股で歩き去った。ちょうどその時、黒い車が店の前に止まった。一人の男が降りてきた。私は胸が高鳴るのを感じた。男の身長は約6フィート2インチ、約188センチメートル。肩幅が広く、足も長く、何よりも、あらゆる角度から見ても完璧に彫刻されたような、鋭い特徴を持つ顔をしていた。ビビアンはすぐに涙を浮かべて、告げ口に走り寄った。ルック、あの女が私のドレスを盗んで、それに私を殴ったの。そう、これが私の婚約者だった。私は昔からルックスに弱く、ルーカスの外見はまさに私の好みだった。外見だけに基づけば、彼のこれまでの無礼さを許すことができそうな気がした。私は最高の笑顔を向けた。こんにちは、私はリリー・ウィンドソング。あなたの婚約者よ。母が今回選んだ男性には満足するだろうと言ったのも無理はない。彼女は本当に私のことをよくわかっていた。傍観者たちはすぐにどよめき声を上げた。え？彼女がグッドウィンさんの婚約者。婚約者と義理の妹なら明らかに婚約者が優先だよね。道理でそんなに大胆なわけだ。必ずしもそうとは限らないよ。やっぱりグッドウィンさんがどちらをより気に入っているかによるわ。ルーカスは冷たく私を見た。勝手な思い込みはよしてくれ。この婚約は父が僕の同意なしに決めたことだ。僕は一度も承諾していない。そばに立っていたビビアンは彼の腕に自分の腕を絡め、親しげに彼の肩にも垂れかかった。彼女は挑発的な眼差しを私に向けた。自分を見てよ。ルックがあなたみたいな醜い生き物と結婚するわけないわ。誰かが調子を合わせた。そうよ。グッドウィンさんが結婚するなら、対等な家柄のお金持ちのお嬢様とよ。あなたみたいな田舎者の娘とは違うわ。彼女の顔じゃ、グッドウィンズグループは床磨きの仕事でさえ雇ってくれないだろうね。自分を驚くような美人だと思ったことはなかったが、確かに醜くはなかった。彼らがどうしてそんなに軽蔑まとな言葉で私を形容できるのか？これは人がいかに本能的に権力者に取り入り、不運なものを利用するかを証明していた。ルーカス・グッドウィン、家に帰ってあなたの父親に言いなさい。この婚約は取り消しにするって。あなたには私の価値がわからない。第3章。母によれば、彼の父親は私たちの家との縁組をまとめるために、あらゆる手を尽くしたらしい。もし彼が自分の息子がそれを台無しにしたと知ったら、ルーカスの生皮を剥ぐだろう。そのことを考えると、気分が少し楽になった。これ以上これらのバカどもに時間を無駄にする気にはなれなかったので、私は立ち去ろうとした。しかし、ビビアンはルーカスが自分を支持すると知り、それを見逃そうとしなかった。彼女は再び私の道を塞いだ。逃げようたって無駄よ、この女。これで終わりじゃないんだから。私のドレスを盗んで私を殴ったわ。私は軽蔑して彼女を見た。一体何がしたいの？
私の冷静さを恐怖と誤解し、彼女は私を平手打ちしようと手を挙げた。気が済むまでぶん殴ってやる。私は彼女の手首を振り下ろす途中で捕まえ、ためらうことなく彼女の横っ面を平手打ちした。彼女は驚いて私を見つめ、そして叫んだ。この女。よくもそんな。私は彼女をもう一発平手打ちし、冷たく尋ねた。もう満足？その2発の平手打ちで、ビビアンの傲慢な顔つきは消え去った。彼女は泣きじゃくり、ルーカスの背後に怯えながら隠れた。ルック、なんとかしてよ。ルーカスは彼女をかばうようにし、うなり声を上げた。僕の女にまた触ってみろ。お前を始末してやる。彼は合図を送り、ボディーガードに私を捕まえさせた。私は素早い一撃で最初のボディーガードを倒すことができたが、二人目に押さえつけられた。一連の殴打の後、私は床に崩れ落ちた。体中が激痛に襲われた。二人のボディーガードが私を引きずり上げ、ビビアンとルーカスの前で無理やりひざまずかせた。ルーカスはビビアンを後押しし、言った。ビビ、彼女に好きなことをしなさい。僕がついているから。ルーカスの保証を得て、ビビアン・ハスグに自信を取り戻した。彼女は私を2度平手打ちし、それから私の顔に唾を吐きかけた。この女。その威勢のいい態度は今どこにあるの？さあ、どれだけ強いか見せてみなさいよ。そして、彼女は私の腹を強く蹴った。痛む腹部を押さえながら、私は彼女とルーカスを睨みつけた。後悔するわよ。絶対に償わせるから。ビビアンは傲慢に笑った。グッドウィン家はこの町を動かすトップ3の権力ある一族の一つよ。あなたみたいな貧乏人が私に何ができるっていうの？今日は私に逆らうとどうなるか教えてあげる。彼女はバッグから爪切りを取り出し、私の顔を切りつけた。肌が腫れ、血がにじみ出すのを感じながら、頬に焼けつくような痛みが走った。誰かが哀れみのため息をついた。グッドウィン家には逆らうなって言ったのに。やっぱり身をもって学ばなきゃダメだったんだね。残念だわ。綺麗な顔が台無しだ。私たちみたいなものにはトラブルはご法度だ。外では我慢して、プライドを飲み込む方がいい。ビビアンは再び爪切りを上げ、私の顔にもう一発切りつけようと狙った。醜くなるかもしれないという恐怖が私を圧倒し、私はすぐに助けを請うた。わかった、ごめんなさい。ドレス持って行って。あなたと取り合うべきじゃなかった。復讐は後でもいい。今は顔を守るのが最優先だ。しかし、ビビアンはまだ歯で私の顔をもう一発切りつけた。あら、今さらごめんなさい。もう遅いわよ、この女。私の怒りがすっかり収まるまで逃がしたりしないんだから。私は痛みに叫び、ルーカスに助けを求めて振り向いた。ルーカス、私のバックグラウンドは知ってるでしょ？その結果を恐れないの？これ以上彼女に私をこんな風に恥ずかしめさせ続けるなら後悔するわよ。ルーカスは冷笑した。君に一体どんな身分があるって言うんだ？君の母親が僕の父をたぶらかして無理やりこの婚約を押し付けたんだ。ビビアンの目つきに悪意の光が走った。あんたの母親は魔女だし、あなたもそうに違いないわ。脱ぎなさいよ。よく見せてもらうから。嫌だ。ちょうどその時、バッグの中から私の電話が鳴った。必死に手を伸ばそうともがいたが、ビビアンが先にそれを奪い取った。彼女はスワイプで応答し、母の声がすぐに聞こえてきた。リリベット、ドレスの買い物はどう？私は慌てて助けを求めて叫んだ。母さん、助けて。誰かに傷つけられてるの。私の服を剥ごうとしてるの。母は動揺した。
何？誰がそんなことをしてるの？ビビアンが横から傲慢に割り込んだ。私よ。あなたの魔女娘が目立ちたがってるから思い知らせてあげてるの。母が怒鳴った。あなたが誰だか知らないけど、今すぐ私の娘を離しなさい。さもないと私がついたらひどい目に遭うからね。やってみなさいよ。捕まえてやるから魔女め。そう言うと、ビビアンは私の電話を切り、床に叩きつけた。電話は粉々に砕け散った。彼女はもう一度私の横っ面を平手打ちし、嘲笑った。カエルの子はカエルって言うでしょ？あなたの母親が現れたら、彼女の服も剥いでやるからね。時間はゆっくりと過ぎていった。半世紀のように感じられたが、実際に渡った5分しか経っていなかった。ついに見覚えのある長尺リムジンが現れた。母が車から降りると要求した。私の服を剥ごうだなんて誰がそんなことを言う勇気があるのか見せてもらおうか。